社長自らあんこうの身をほぐし骨まで取ってくれるらしい。社長、お手伝いをお申し付けくださいまし。説明までしてくれる。早く俺の口へ。ウォルゴックのシザーハンズのハサミさばきが光る。俺もそれやりたい。なんか気持ちよさそう。でもこれは完璧な形で流し込みたい。水面上に顔を出す。清めた食道に旨味が波のように押し寄せる。韓国ソウル地下鉄ウォルゴック駅。着いた着いた。学生街の顔と飾らないローカル感がミックスされてる街。さて今日行くところはこっち。先週の動画のラストでちょっと触れてんけど、食べたくなったからここに来た。なのでウォルゴックの街をおちゅわさびが今日も行く。急に空が不機嫌になってきた。ちょっと待って、これ雨降ってきたんちゃう？いきなり大雨に見舞われる。どうしよう、大ブレラやで。お店は目の前やねんけど、なんかやみそうもない。しゃあない。さっき駅中に傘売ってたはず。ちょっと買ってこよう。帰る時も使うやろ。これぞ現代を生きる男のリスクマネージメントの結晶。これで店まで安心していける。ここまでは上に効果があるからね。ここから傘を。降ってない？やんだの？さっき俺の人生ごと流されそうな勢いで降ってたんですけど、今やもう降水確率 1% みたいな顔してるやないか。1滴2滴しか降ってなんか損した気分。夏のお天気に振り回されてるわ。今日のお店駅から30秒ぐらいのところにあんねんで、やのに傘買ってんで。このストレスは今日の料理で解消や。着いた。早くもう少し。たはーメコマゴシンソナンアグロストレスルファー。今日のお店はアグワヘムマウ。木で隠れてもうてるけど、お店はなんと2階にある。こんなところに隠れた名店があるなんて誰も思わん。あんこうのように釣り上げられちゃいました。入店です。こちらのメニュー、おすすめと書かれてるけど、おいおい、もうこれしかないやん。アグチリとアグタン、アグチン。右を向いても左を向いてもあんこ。ここはもう水深 200m。サイズは特大、大、中、小。壁に目をやると出たで韓国名物食材のセールスアピール。低脂肪高タンパク、ビタミン A、B、C が多量に含まれ、鉄分、カルシウム、おほーい。泳ぐ総合病院に来てもうた。名前呼ばれたから診察室へ。사장님 시켜줬어요? 네. 아구찜 소짜 하나랑요. 그리고 진로 한 병만 주세요. 今日頼んだのはアグチン。目の前にはこのコンロが置かれてて、このお店はアグチリも有名。今日はチンやからこいつは使わない。できた。今日もこいつは猛威を振るう。ぐる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 。赤いヤンニョムに飛び込むぜローリング。チリ頼んでも透明のスープに飛び込むぜとか言うてるはず。とにかく胃袋との接続を完了させる。本日1杯目。夕立晴れ、値札の月し、傘のまま。ありがとうございます。なんでか知らんけどこれだけ来た。わさび。まあこうなると一応わさびの山に醤油を流れ込ませる。
素早い手つきで溶かしながら混ぜていく。ペロッ。これも儀式。ツーンと鼻に抜けて生存確認。料理はまだかかる。あ、目線が止まったものの、これで一杯いってたら体が持たん。アグチムと対峙するには真っ白すぎるやん。防護服を持ってきた。しっかりと装着していく。クラッシュやで。俺のワイシャツがクラッシュするのを止めてもらうからな。と釘を刺したところで、準備してくれた基本のおかずはナスの炒め物、キムチ、緑豆もやしのナムル、切り干し大根、追いキムチ、かんぴょうの漬物。まずナスから手が伸びる。実はこのお店はご夫婦2人で営まれている。なので料理が出てくるまでは時間がかかる。そんな時はおかず類で口を動かす。派手さはないがしみじみとする味。じらされるほど感じる韓国のバンチャンシステムの恐怖。これでグイッといってまうから、本陣到着前にこちらの兵糧が尽きてまう。これもあるやん。コリコリさを入れると向こうの方から泳いできた。社長自らあんこうの身をほぐし、骨まで取ってくれるらしい。チリを頼んでもチムを頼んでも、ウォルゴックのシザーハンズのハサミさばきが光る。社長、お手伝いをお申し付けくださいまし。そして白い身も食べやすいように適度な大きさにカットされる。これはもう完全に拷問状態。説明までしてくれる。柔らかそう。早く俺の口へ。そんな俺の願いは深海に沈み、社長のハサミ技が繰り出される。俺もそれやりたい。なんか気持ちよさそう。中に埋もれてる太い骨。俺何もやることあれへんわ。自然にグラス持ち上げてたけど、どうしよう、飲もうかな。ちょっと我慢。てか先週もこんなことしてた気がする。この辺りで最後の仕上げ。アグチム完成です。これだけ社長さんがお皿に乗せて去っていった。名前も名乗らずに去る荒野のカーボン。それにしてもやっとつかめたわ。プルプルしすぎてんのよこれ。乗せていってくれたということは、これから食べろということ。さっき社長さんがコラーゲンっておっしゃってたほど、しっかりとした歯ごたえにプニプニ食感。俺が泳ぐ総合病院の力か。では次は本命アンコウの身。白い身にしっかりと赤のヤンニョム。フーフーして一口。入れてすぐ気がつく。弾力と柔らかさが両立。すごく食感がええのよ。メニューにも書いてあってんけど、 100% 生のあんこを使用している。だからなんやろか。新鮮なプリプリさが際立って伝わってくる。新鮮さ？フレッシュではないけど泣き始める。でもこれは完璧な形で流し込みたい。もう一つの主人公。緑豆もやしで身を包む。そして一緒に水面上に顔を出す。その瞬間、俺の左手はぐいっと傾く。清めた食道に旨味が波のように押し寄せる。もやしのシャキシャキ感とあんこうの圧倒的な弾力。このセッションに感動。再びあんこをつかみ、最初に作ったこのわさび醤油。赤いヤンニョムに包まれたあんこうは、わさびのシャープな刺激で暗闇に一本の光が差し込んだかのように、あんこうの旨味がくっきり。こんなん出されると俺は笑うしかない。アグチムといえば、こいつが隠れたキーマン。辛さはそこそこある。お口直しに追いキムチ。あれ？さっき骨をきれいに取ってくれたはずやねんけど、見つけてしもたで。完璧な仕事の中から見える人間味。骨までしゃぶる。これで障害物は何もなくなった。大きく口に運ぶ。めちゃくちゃ辛いわけではなく、
旨味がしっかり入った辛さ。でも辛さに弱い人は注意が必要。あと瓶の傾きすぎにも注意が必要。この塩の香りとごま油の香り、ぐいっといってまう。そう、こいつもいた。これコッケちゃう？こんなんも少し入れてくれてるやん。こいつはそのままガブリといく。アグチムのソースと混ざり合って旨味がお祭り騒ぎ。身を吸い尽くすこの感覚、たまらん。箸などという文明には頼らない。右手左手真っ赤っか。でもクラッシュしてない。ドヤ顔。これは好き嫌いが分かれると思うけど、こういう料理には必ず入ってるこいつ。ミドド、日本語ではエボヤっていうらしい。噛むと中からエキスがジュワ。これは熱いのでやけどに要注意。ミドドって口がすっきりした後、このシャキっぷりがええね。この店の緑豆もやしは水分が出すぎてないからヤンニョムの濃さが長く味わえる。この新鮮なアグの実、社長から聞いてんけど毎日ポハンから来るあんこうらしい。そりゃ新鮮でこんな旨味出るわ。おかずの中にも緑豆もやし、アグチムの中の強烈な旨味を食ってもうたら優しいナムルは遠い存在になってしまう。人というのはとても罪深い生き物。勝手に刺激に溺れておいて物足りんとか、食欲って勝手やで。ガマちゃん直後のあんこ、パクリと噛む。跳ね返すようなレスポンス、顎にダイレクトアタック。ここのお店のもう一つの代表メニューがこの新鮮なあんこうがふんだんに入ったアグチリ。澄んだスープで出てくるので辛いのが苦手な人はこのチリが最適。アグチムのようにヤンニョムが前に出る料理はないからあんこうそのものの力が試される。といってもアグチリにはこの赤く染まった緑豆もやしはない。あんこうももちろんやけどこいつも食べたかったのよ今日。シャキシャキを聞いていただいた。これがリアル、論より証拠。おもむろに事前準備のガマちゃん。もうだいぶ少なくなってきたけど目視できるあんこを釣り上げる。一口食べてぐいっと入れる。このお店の基本姿勢。言っとくけど俺だけちゃうで、周り全員この姿勢やからね。血まみれになってるのは俺だけやけど。このぐらいの量になると頭をよぎるパティシエ召喚。締めのデザートを注文するタイミング。でもメニューにはデザートメニューは書かれてはいない。俺は見逃さない。米、国産。ご飯のメニューないけどつまりそういうことや。その前に大きめあんこうは平らげるとしよう。基本姿勢は崩さずに。あんこうのおひれに引っ張られてもう一杯。パクリといくとお皿の上はこの姿。 사장님, 이게 볶음밥 할 수 있어요? 이렇게 하나만 주세요. 하나요? 예. 먹고 하나만 해줘요. その後すぐさまこのヤンニョムを回収。一瞬の出来事でついていくのに精一杯。回収後のこの具たちは待ってる間の俺のおやつになる。パティシエ様の動向を伺いつつ緑豆もやしの間をくぐり抜けていく。くぐり抜けた先はお皿をスライドさせる。きた。真ん中からスプーンを入れる。やはりこの締めのチャーハンは韓国料理のデザート。まずはこれくらい。今だからわかる。なぜこんなに取ってしまったのかと。当時はウキウキでフーフーしてた。距離を変えて何回も上下にも唇で温度確認もした。理性ではまだこれマグマ級やと理解できてる。だから追加でもフーフーしてるし、あんこうのようにパクパクもしてる。本能でかぶりつく。もう言わんでもわかるぐらい熱々。でもその湯気に乗ってご飯から出るヤンニョムの香ばしさ、海苔とごま油の罪深き風味がポックンパッというデザートを前にしてスプーンが止まらなくなっている。口の中はやはりマグマ。こんな時にお水を飲むようじゃまだまだ。残っていたヤンニョムをペロリ。一人前でも物足りなくはない。
ちょうどいい量。ちゃんとおこげの香りもする。ご飯物が入ったら追いキムチを一口。実はパティシエからのれん分けをしてもらった俺。お皿に残ったヤンニョム、それを鍋の中に滑り込ませる。きたきた。残ったご飯と混ぜ合わせる。このヤンニョムは捨てるには惜しすぎる。感じに混ざった。誤解ないように言うと、師匠が作ったボックンパップが薄かったとかでは全くない。このヤンニョムを使い切りたかっただけ。エキスめっちゃ出てんねんから。やはり止まらん。最後は鍋を持ち上げる。おこげでくっついてる部分はできるだけカリカリと削ってスプーンは口に。今日はトゥッペギではないから鍋の垂直限界。凝縮された香ばしさで最高のフィナーレを迎えた。うまかった。さて、そろそろこいつも最後の一杯くらいになってきた。ガマも深海に潜っていく。だから最後の一滴まで。ほんまにこの店、地元の隠れた名店の雰囲気がすごいのよ。本日最後の一杯。マッチャンゴの垂直限界。完全完食で俺も海に沈んでいく。オルゴック駅から徒歩30秒ほどにあるアグチンのお店。名店はこんなところに隠れてた。ポハンから来る新鮮すぎるあんこうの食感は本物。いやー、大満足やー。そういや、もう忘れてるかもしれんけど、来るとき大雨やったんよね。空は暗いけど雨は降ってない。てかせっかくさっき傘まで買ったのにな。このまま使わんなんて俺のプライドが、いや俺の財布が許さない。日傘としては完全に戦力外。全く意味をなしてない傘やけど、満腹の俺は気分がええ。ってことで今日の食物語はこれでおしまい。チャイモゴスミター。